ここは夢と冒険の聖地スナックワールド。ドラゴンだっているし、便利なスマホはみんな持ってる。そんな生かした世界なんだ。そして俺の名はチャップ。大陸を蝕む悪の商人ビネガー・カーンに故郷の村を潰された俺は1000倍返しの復讐の旅に出たんだ。ビネガーのいるキングオイスターシティ行きの切符はなんと2000万ギランもする。だから俺は金になるどでかいお宝を探して大冒険中なんだ。さて今日も大冒険の始まりだ。そうか、またしてもフェニックスを倒せなかったか。すいません。メローラ姫の病気はどうですか？残念ながらもう時間切れのようだ。見てくれ。めちゃくちゃ元気じゃない？メローラ姫は何を？ボクササイズだ。あ、メローラ。ずっとベッドで寝てたからお尻周りにお肉ついちゃってさ。どこが時間切れなんですか？これはまさにろうそくが消える寸前に一瞬明るくなるあの状態。メローラ姫の命の火も消える寸前ということだ。メローラ姫の命が。いや、普通に回復しただけじゃないの。あ、かわいそうなメローラよ。めちゃくちゃ動きいいし。メローラ姫。何便乗してんの？ものすごい機敏でごわす。病にかかる前より元気じゃんな。チャップさん、歩くの早いでごわす。メローラ姫のあんな姿を見たらのんびりしてられないだろ。気持ちはわかるでごわすが、このまま急いで戦っても勝ち目はないでごわす。俺のばあちゃんは言った。善は急げ、麺は太め、ネギともやしは抜いてください。ネギを抜くなんて信じられないでごわす。まあでも急がなきゃいけないのは確かなんだよね。マヨネさんまでどうしたでごわすか？旅の資金がそこを突きかけてるの。フェニックスの永遠の命の秘密を見つけ出して報酬をもらわないと宿屋にも泊まれなくなっちゃう。そうなの？しかし、いつの間にそんなにお金使ったでごわすかね？ほら、そういうの、そういう買い食いしてるから。でも俺は無駄遣いしてないよ。善そのカードが無駄遣いでしょ。いつの間に買ったのよ。まあまあ、冒険には金がかかるものじゃ。課金制の無夫婦画像を見ながら言うな。とにかくしばらくは買い食い禁止、メローラグッズ禁止、課金サイト禁止。そんな。ひどいでごわす。文句言わない。それを守らないとペットも禁止にするわよ。ブタコはペットなんかじゃない、友達だよ。ブタコのことじゃない。そっちの緑色した大きなペットのこと。誰がペットじゃ。ボブさんはペットなんかじゃない、勝手についてくるただのおじさんだよ。そんな風に思われとったのか。マヨネのケチ。ケチじゃない。これは節約なの。マヨネさん、おいどん知ってるでごわすよ。え？マヨネさんも無駄遣いしてるでごわすよね。人聞きの悪いこと言わないでよ。ではそのジャラは何でごわすか？あ、本当だ。見たことないジャラが増えてる。これはブリタニアエンチャントの杖、ピンクパンサーじゃな。そう簡単に買える値段ではないぞい。これはセール品だったから。だとしても無夫婦サイトの課金とは比べ物にならんとんでもない額だぞい。ずるいぞマヨネ。それだったら俺もメローラ姫のプレミアムカレンダー10年分セット買いたい。おいどんも A5 ランクの牛一頭買いしたいでごわす。わしも綺麗な女将のいる小料理屋に足しげく通いたいぞい。そんな使い道と一緒にしないで。これはフェニックス対策で買ったんだから。本当でごわすか？本当よ。魔法の力が増大するすごい杖だから。ということはマヨネさんがフェニックス倒してくれるんでごわすね。高い杖を買ったからには結果を見せてもらわんとの。いや、そこまでは。よし、マカロマウンテンにレッツゴー。いや、そこまでは荷が重い。この山登るの何回目でごわすか？もう4回目じゃん。ねえ、今日こそはブタコの背中に乗っていこうよ。何度も言ってるだろ。ブタコはまだ人を乗せる免許取れてないの。ずっと言ってるわよね。それいつになったら免許取れるの？会った頃からずっと飛行訓練してるイメージなんだけど。メ
いやここから先は進ませないべや。出たなモンスタなんでごわすかこいつ。俺の名前はゾンビクマだべや。さあどうするべや。ー。ベアちょっとストップ。一回止めよう。マーネどうしたの？べやあんたもう一回名前言ってみて。俺はゾンビクマだべや。ゾンビクマってことはゾンビなの？そうだべや。ゾンビだべや。ちょっとみんな一回座って。なんじゃ急に。おい戦闘中に何やってるべや。あんたも一緒に。べや。はい、じゃあ今日はゾンビについて話していきたいと思います。どこから持ってきたんじゃそれ。マーネゾンビに詳しいの？話したことなかったっけ？私世界中のゾンビ作品はほとんど見てるし、ゾンビドラマ「ハイキングデッド」も全巻買ったし、出演してる俳優さんの握手会前日の朝5時から並んだし、ハロウィンも毎年ゾンビコスだし。相当なゾンビマニアなんでごわすね。まずみんなに質問。このモンスターがゾンビを名乗ることについておかしいと思うところありませんか？はいチャップ。ゾンビなのに元気。正解。ゾンビってもともと死体なわけね。そんな死体が元気って矛盾してるよね。それは確かに。はい、他にある人。ははいゾンビなのに動きが速いでごわす。い、それも正解。べや。ゾンビで最も重要な特徴はゆっくり迫ってくる動き。あれ封印したらもうゾンビって呼べないよね。そうべやか。そもそもあんた自分のこと可愛いと思ってるでしょ。いやそれはまあ。ああ、もう最悪。それゾンビにいらない感情だから。っていうか体のフォルムも子供に好かれそうな感じだし、色合いも世間に媚びてるよね。多分ゾンビになる前はぬいぐるみだったので。そうなの？っていうかぬいぐるみってもともと命なくない？そんなやつがゾンビになるってどういう状態？なんかそのあたりの設定も緩いわ。嫌いだわ。マヨネさん厳しいでごわす。こういう中途半端なキャラでゾンビ名乗ってるやつ一番許せないの。中途半端。ゾンビは気持ち悪がられなきゃいけない存在なの。それすら分かってないあんたはゾンビを名乗る資格なし。戦う価値なし。分かった？そんな。ゾンビが涙浮かべんじゃない。そんな気持ちでよくゾンビ界に足突っ込めたわね。マヨネさすがに言い過ぎじゃん。関係ないゴブリンは黙ってて。じゃあ質問。あんたゾンビとして人間をどうしたいわけ？まあそれは怖がらせたりとかやっつけたりとか。はい失格。そもそもゾンビには感情はないの。もう本能的に人間の肉を求めてうがうがさまようだけだから。そういう意味ではあんたが喋ってる時点でもうゾンビとしてアウト。すいませんベア。ゾンビは謝らない。あとずっと気になってたけど、そのベアって語尾ゾンビよりクマの方に引っ張られてるじゃない。すいません。何度言ったらわかるの？ゾンビは謝らない。僕はどうしたらもっとゾンビっぽくなれますかね。はい、じゃあそれを今から教えていきます。みんな立って。私が好きなゾンビドラマの監督が言ってました。ゾンビの動きは深夜3時に酔っ払って酒場を出た後の感じに近いって。そのイメージでやってみて。深夜3時。眠いでごわすな。さあ早く。ダメダメ、まだまだ生命が残ってる。もっと死んだ感じで。難しいダメ出しでごわす。あ、ゴブさん上手。あ、まだ何もやってないのじゃが。はいはいみんな、もっと筋肉がないと思って動いて。もっともっと、まだ元気がある。特に肩はだらーんと。だらーん。口で言ってもダメ。僕肩がなくて。しょうがない。その分顔の表情でカバーしなさい。表情のポイントは目。一点を見つめてると知性が見えるから、常にフラフラーっと動かしなさい。フラフラ動かす。早すぎ。ゾンビはゆっくりで、口はだらーん。口で言うんじゃなくて、ほら見て。ゴブさん上手だからわしは何もしとらんて。はい、オッケー、お疲れ。練習の成果があったわね。どこからどう見てもゾンビだったわ。ゴブさん、わしかい。見た目のグロさ、顔色、質感、すべてが完璧。全部見た目の話でごわすな。いっそのことゾンビに転職してみたら？絶対嫌じゃ。それにゾンビなんて職業ないじゃろ。
僕はどうでした？悪いけどあなたにはやっぱりゾンビの才能がないわね。名前からゾンビを外した方がいいかも。ゾンビクマからゾンビを外すとクマ？そう、あなたは今日からクマと名乗りなさい。そんな、もはやモンスターでもなんでも。フェニックスが現れたでごわす。まだこちらに気づいてないようじゃな。ここはチャンスかも。おい、よく聞け、フェニックス。なんで気づかせちゃうのよ。来るぞい。よし、みんなゾンビになれ。ゾンビは関係ないでしょ。これぐらいなんてことあるもんか。今日という今日は完全完璧にお前を倒す。このマヨネがな。私？このために杖買ったんでしょ。マヨネさん、高い杖の力を見せてやるでごわす。丸投げやめて。ちょっとは一緒に戦いなさいよ。マヨネ、よそ見してる場合ではないぞい。ここはまたゲームか。お腹すいた。お腹すいた、お腹すいた。もう慌てないでコロネ。これ私のゲームだ。はい、晩ご飯できたよ。またパンの耳。ものすごい質素な食事でごわす。マヨネんちって貧乏だったんだ。そういうことはっきり言わないで。お肉食べたいよ、お肉。コロネ、お肉は半年に1回の約束でしょ。お姉ちゃんのケチ。ケチじゃない、これは節約なの。このセリフさっきも聞いた。この頃の経験のせいでお金に細かいんじゃな。マヨネ、コロネ、ごめんね。私がちゃんと働けないばかりに。ママ、無理しないで休んでて。私が何とかしてくるから。マッチいりませんか？マッチいりませんか？マッチ売りの少女でごわすね。マヨネにこんなけなげな一面があったとは。今のマヨネと全然違うね。どういう意味よ。マッチはいりませんか？今時マッチ売りとか時代遅れだね。そんなの買うくらいならライター買うし。かわいそうでごわす。ちょっと待ちなさいよ。あんたどこの小学校？何年何組？あんたのやったことは場合によっちゃ営業妨害に当たるのよ。こっちがその気になれば裁判で決着つけることもできるの。分かってんの？ごめんなさい。やっぱりマヨネだ。この頃から口が達者だったんでごわすね。ほんと寒い。1本ぐらいならいいよね。やばっ。どうしよう。このまま家が全焼したら全部弁償。うちにはお金がない。私は一生マッチ売り。いや、マッチ売ってもそんなお金払えない。家もなくなって家族もバラバラ。どうしよう、どうしよう。ボヒボヒ。ボヒボヒボヒ。マヨネ、ブタコがこの景色見たことあるって。これ俺とマヨネが初めて会った時のことだって。そうだ、この後。どうしよう。よかった、消えた。これってブタコ、飛んでる時におもらししたらいつまでも人を乗せる免許取れないぞ。おもらし？うわ、ずぶ濡れだ。でも安心して、人間のより臭くないから。あの時の水ってブタコのおもらしだったの？ブタコ、一緒に謝ろう。ごめんなさい。だからこうして謝ったし、あの時はマヨネ怒ってなかったよ。気が動転してておもらしだって気づいてなかったの。これでよし。俺のばあちゃんは言った。後悔先に立たず、うちの旦那は役立たず。何それ？俺チャップ。ブヒ。こっちは俺の友達。豚みたいな話してるからブタコ。ブヒブヒ。ブタコ？変な名前。笑った。私マヨネ、マッチ売りをしてるの。へえ、でもマッチもびしょびしょ。これじゃ売り物にならないよね。そうだ、お詫びに。お詫びなんて火を消してもらっただけで十分。はい、これは？飛行訓練中に拾ったの。何の石かわかんないけど綺麗だからあげる。ありがとう。じゃあ
おお、ゲームが消えたぞい。そうそう、あの時はチャップとブタコのおかげで火事にならなかったの。ゲームチョイス失敗ね、フェニックス。マヨネ、ママ、これはわしの時と一緒じゃ。フェニックスの力で幻が現実に現れたんじゃ。マヨネ、帰ってきておくれ。あなたが働かないとうちの家計は火の車だよ。マヨネ、お姉ちゃん。コロネ、お姉ちゃん早く帰ってきて。お腹空いたよ。お肉食べたいよ。私たちを見捨てないで、マヨネ。マヨネ、大丈夫？うん、すっごく大丈夫。だって今のママとコロネ全然こんなんじゃないし。あんた、私の記憶ちゃんとチェックした？私の実家もう貧乏じゃないから、むしろそこそこセレブだから。セレブ？しかしさっきのゲームではだいぶ貧しい暮らしを。そう、あの時はまだ貧乏だった。でもね、チャップがくれた綺麗な石あったでしょ。実はあれなかなかレアな宝石だったの。そうなの？かなり高い値段で売れて、それを元手にママがネットビジネスを始めたの。そしたらそれが大成功。ママは今や世界を変えた10人にも選ばれるほどの実業家で、弟のコロネもその片腕として大活躍してるから。そんなすごいお母さんだったんでごわすね。意外な展開じゃ。あの宝石そんな貴重だったんだ。あげるんじゃなかった。もちろんチャップには感謝してる。だから仲間になったんでしょ。宝石よりも価値のある女魔法使いがね。そんな人どこにいるの？ここにいるでしょ、ここに。ねえフェニックス、見られたくない過去を勝手にほじくり返されて私結構怒ってるの。ピンクパンサー。ピンクパンサー。覚悟しなさい。おお、マヨネさん戦う気満々でごわす。しかしどうやって倒す気じゃ。ゲームのおかげでひらめいたから。ブタコ、ブヒブヒ頼んだわよ。ブヒ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 いっけー。ブタコの炎ではフェニックスに通用しないぞい。炎に炎で対抗してもダメ。炎に対抗するのは水。ブタコ、今よ。くらえフェニックス、フレおお、氷の塊が出来上がっていくでごわす。決まった！ドロップウォーターアイスアタック！つまりおしっこのことでごわすな。勝手に命名しないで。フェニックス、負けを認めるわね。じゃあ永遠の命の秘密を教えなさい。これが永遠の命の飛躍か。これを飲めば不死身の体が手に入るのね。ちょっともらっていいかな。ダメだよ、これはメローラ姫に渡すんだから。少しぐらいいいじゃろう。全部飲まなきゃいけないが訳でもあるまいし。待って、このラベルゾンビパウダーって書いてある。ゾンビパウダー？不死身の体になるって。ゾンビになるってこと？これじゃメローラ姫を救えない。もうこんなもの！待ってください。あ？それいらないならいただいてもいいですか？あ、もっと立派なゾンビになりたいんです。
試しているスマホなんかじゃ検索できない世界は無限に広がるパラダイス。お前らはギラギラの太陽を食らって生きている。本当にすいません王様。フェニックスは倒したのですが、永遠の命の秘密というのは実はゾンビパウダーのことで。あ、いやそのことなんだがな。メローラ姫さらに元気になってる。こんな元気になるってことはさらに死が迫っているってことですよね。あ、いやそうではなくて。ごめんなさいメローラ姫、ごめんなさい。チャップさん、これはどういうことですか？いや不治の病というのはただの勘違いだったみたいなんじゃ。勘違い？二人ともすまん。実はうちの親が決めた相手と結婚することになった。今すぐ取り消してください。結婚式は来週だ。もう手遅れなんだ。もう手遅れなんだよ。今手遅れと。手遅れ。王様。ナースが泣き出すほどひどいのか。王様、私にできるのはここまでです。ちょっと君、医者もサジを投げてしまった。メロラ。王様。はあ？何その勘違い。道理でメローラ姫もずっと元気だったわけじゃな。いろいろ心配かけてすまなかったな。あと以前託したクランアリーネの装備一式は返してくれよ。あれくれたわけじゃなかったんだ。しかし早く勘違いだったことをチャップに教えてやらんと相当責任感じておったぞい。もしかして今頃どこかで死のうとしてたりとか。まあ大丈夫でしょう。最悪ゾンビパウダーかければ。メイマヨね、今日は何を教えてくれるの？今日は魔法についてよ。魔法は魔力を使った不思議な術のこと。相手を攻撃したり仲間をサポートする魔法もあるのよ。例えば私が使えるメラボンは炎の魔法だし、スヤーヤは相手を眠らせることができるの。俺もすげえ魔法使ってみたい。さらわれたメローラ姫、その犯人は俺。そして今明かされる俺たちの冒険の始まり。次回チャップ・ザ・ビギニングってこいつなんだ。